食べ物まるっと研究所です。今回は米油の体への影響についてお話しします。米油は体にいい、体に悪いなど両極端な評価があります。そんな米油を毎日使い続けたらどうなるの？使いすぎるデメリットはあるのかなと気になることも多いですよね。米油はあまり知られていない驚くべき健康効果があります。ただ、摂りすぎることによるデメリットも2つあるので注意が必要です。そこで今日は論文や専門機関の研究をもとにして、米油で得られる健康効果、摂りすぎることによるデメリット、1日の目安量を看護師の視点で解説します。この動画を最後まで見ていただければ、米油を正しく生活に取り入れることができます。米油で健康な体を作る際の参考になれば嬉しいです。それでは米油を毎日使うとどうなるのか、米油の健康効果からいってみましょう。米油の健康効果1つ目はがんの予防です。米油に含まれるビタミン E の一種であるトコトリエノールは研究者たちによって抗がん作用があることが検証されてきています。トコトリエノールは強力な抗酸化作用を持っていて、細胞を酸化ストレスから守るので、細胞のダメージや突然変異を減少させて、がんを予防する効果が期待できます。また、トコトリエノールは細胞の増殖準備を止める効果があるので、がん細胞の増殖を抑制する可能性があります。東北大学の研究でも、米ぬか成分のトコトリエノールとフェルラ酸は相乗効果を発揮して、がん抑制効果を有すると結論付けています。トコトリエノール単体でもがん抑制効果が期待できますが、フェルラ酸が細胞内のトコトリエノール濃度を上昇させて、よりがん抑制効果が高まるというわけですね。米油の健康効果2つ目は動脈硬化の予防です。コレステロールの中でも悪玉コレステロールは増えすぎると血管壁に溜まって血管が細くなり、血栓ができて動脈硬化を起こしてしまいます。動脈硬化は心筋梗塞や脳梗塞など様々な病気の原因になりますが、米油はそんな動脈硬化を進行させる悪玉コレステロールの値を下げる働きがあります。植物油の中でも米油に豊富に含まれるのが植物ステロールで、これがコレステロールの消化吸収を抑えてくれるんですね。しかも、善玉コレステロールには影響を与えず、悪玉コレステロールにだけ作用します。さらに、米油に含まれているガンマオリザノールという米ぬかの特有成分は、肝臓でコレステロールが作られるのを抑える働きを持ちます。米油の植物ステロールとガンマオリザノール、両方の力で動脈硬化の予防効果が期待できるんですね。国立栄養研究所の研究者の論文でも、米油は紅花油やコーン油、ひまわり油より顕著に血液中のコレステロールを下げたと発表しています。米油の健康効果3つ目は心血管疾患の予防です。米油は悪玉コレステロールを低下させて動脈硬化を予防することで心血管疾患のリスク低下も期待できます。また生活する上でのストレスや紫外線が原因となって発生する活性酸素は血管や細胞の老化を引き起こしますが、米油は強力な抗酸化成分であるガンマオリザノールやトコトリエノールを含んでいるので、この活性酸素を除去したり、働きを抑制してくれます。これによって血管や細胞を若々しく保つことができるんです。血管が健康であれば、酸素や栄養素を体の隅々まで届けることができますし、心臓に余計な負担をかけることもなくなります。その結果、心血管疾患の予防につながるというわけです。タイのタマサート大学の研究者の論文でも、ガンマオリザノールはコレステロール値の低下や抗炎症作用など様々な有益な効果と関連があるとしています。米油の健康効果4つ目は美肌効果です。米油に含まれるトコトリエノールはビタミン E の数十倍の抗酸化作用を持っていて、細胞の健康維持を助けてシミやシワを防いでくれるんです。また、米油特有の成分であるガンマオリザノールも抗酸化作用に優れていて、シミの元になるメラニンの生成を抑えるとともに、紫外線の吸収も抑えてくれます。シミ、シワ、くすみという肌の悩みに効果を発揮します。台湾の建国科学技術大学の研究者も、米ぬか油を配合した乳液は皮膚に対して明らかな保湿効果と美白効果があると発表しています。
米油の健康効果5つ目は認知症の予防です。米油に含まれるガンマオリザノールは脳の海馬の炎症を抑えたり、海馬の神経細胞の働きが低下することを防ぐ作用を持っています。脳の海馬は短期記憶から長期記憶へと情報をつなげる役割を持っているので、ガンマオリザノールが海馬を保護することで認知症の予防に役立ちます。またガンマオリザノールは脳内で新しい神経細胞の成長を促進する作用もあります。ガンマオリザノールが脳内で炎症を抑える一方で、新しい神経細胞の成長を促進してくれるので、認知機能が改善されるというわけですね。琉球大学の研究でもマウスによる実験で、ガンマオリザノールは海馬における炎症を軽減すると同時に、神経細胞が新しく作られる神経新生を促進する作用で、認知機能を改善することが明らかになったと発表しています。米油の健康効果6つ目は、自律神経の働きを整えるです。神経細胞が外部の刺激やストレスによってダメージを受けると、自律神経の乱れにつながって、不安感やイライラ、疲労感、睡眠障害、頭痛など様々な症状が出てしまいます。そんな自律神経の乱れを米油に含まれるガンマオリザノールが改善してくれる可能性があります。米油に含まれるガンマオリザノールは神経細胞を保護する役割を持つので、この自律神経の乱れの抑制に役立つんです。また他にガンマオリザノールは強力な抗酸化作用を持つので、体内の活性酸素やフリーラジカルといった自律神経に悪影響を及ぼす酸化ストレスを減少させて、自律神経の調整機能を改善してバランスを整える助けになるんですね。このように米油には様々な健康効果があります。毎日摂ることでその健康効果も高くなります。でも使いすぎには注意が必要です。そんな米油を使いすぎた場合のデメリットをお話しします。米油を摂りすぎるデメリット1つ目は生活習慣病です。米油は体にいいとは言っても脂質であることに変わりはないので、摂りすぎると肥満や心筋梗塞をはじめとする循環器疾患のリスクを高める可能性があります。普段使っている油を減らして米油に置き換えるなど、脂質の量を増やさない工夫が大切ですね。米油を摂りすぎるデメリット2つ目はアレルギーです。米油に含まれるリノール酸は様々な健康効果がありますが、摂りすぎると免疫細胞が働きにくくなって花粉症やアトピー性皮膚炎などのアレルギーを引き起こす可能性があります。必要以上に米油を摂るのは避けた方がいいです。このようにどんなに体にいい食材でも使いすぎると様々なデメリットがあります。1日2日米油を摂りすぎたからといってすぐに健康に悪影響が出るわけではありません。ただ長期的に使いすぎると体に問題が出てくる場合があります。それでは米油の適正量はどのくらいなのか。脂質の1日の摂取目安量は年齢や性別、運動レベルによって変わってきます。厚生労働省の食事摂取基準によると、脂質の摂取目安は総エネルギー量の 20% から 30% 程度としています。成人では1日 40g から 60g 程度が目安ですね。米油大さじ1杯 14g の脂質は 14g で、大さじ2杯だと脂質 28g となります。他の様々な食べ物にも脂質は含まれていることを考えると、米油大さじ2杯以上は脂質の摂りすぎになる可能性があります。なので、米油は1日大さじ1杯 14g までとしておいた方がいいですね。また、他の食事から摂る脂質の量も計算しながら調整することが大切です。米油をたくさん摂っても健康効果が高まるわけではないので、大量摂取にはご注意ください。適正量を守って最大限効果を引き出していきたいですね。次に米油のおすすめの使い方と使い方の注意点をお話しします。米油は癖のない風味と香りなので、どんな料理にも合わせやすいです。普通の植物油のように炒め物、揚げ物などなど何にでも使えます。おすすめの使い方一つ目は揚げ物です。米油は酸化しにくいという特徴があって、時間が経っても揚げ物特有の油臭さが発生しにくいんです。また、米油は他の植物油に比べて高温に強く劣化しにくいので、油切れも良くて、カラッとサラッとした揚げ物が出来上がります。そしてさらに、
米油は油汚れの原因となる物質の発生量が少ないので、油がこびりつきづらく、比較的簡単に片付けができるメリットもあります。揚げ物をした後のコンロや調理器具ってベタベタしてしまって、片付けが面倒ですよね。米油であれば、美味しく揚げ物が作れるだけでなく、片付けも簡単なんです。おすすめの使い方2つ目はドレッシングです。米油はさらっとした油で、風味も匂いも癖がなく、口当たりも軽いのでドレッシング作りに最適です。お酢や香味野菜、調味料などと混ぜるだけで好みのドレッシングを作ることができます。癖がなく他の調味料や素材の味を損ねることがないのも嬉しいポイントです。おすすめの使い方3つ目は炒め物です。米油はさらっとしてベタつきが少ないので炒め物にも使いやすいです。また風味に癖がないので野菜でも肉でも魚でも素材を選ばずに使うことができます。油切れもいいので調理後の片付けも楽ちんです。おすすめの使い方4つ目はちょい足しです。米油は普段の食事にちょい足しすることができます。例えばお米を炊くときに米1合に対して小さじ1の米油を垂らすだけでツヤのあるふっくらとしたご飯が炊けます。また味噌汁に数滴垂らす、サラダにそのままかける、炒め物や煮物にちょい足しするだけで米油の健康効果を得ることができます。風味や匂いに癖のない米油だからこその使い方ですね。次に使い方の注意点をお話しします。米油の使い方の注意点1つ目は製造方法で選ぶです。米油の製造方法は2種類あります。専用の機械を使って潰して油を抽出する昔ながらの圧搾法と化学溶剤を使って抽出する溶剤抽出法です。化学溶剤を使ったとしても製品としての安全性はチェックされているので問題ありません。ただ溶剤抽出法は栄養素が失われる可能性があるので米油本来の効果をそのまま得たいのであれば圧搾法がおすすめです。圧搾法は手間がかかるので値段が高くなるデメリットはありますが、体の健康を考えて米油を使うのであれば、圧搾法のものを選びたいですね。米油の使い方の注意点2つ目は、取りすぎても意味がないです。米油は体にいいから、たくさん使ってしっかり効果を得たいと思いますが、取りすぎると脂質の取りすぎで健康に悪影響があります。あくまでも健康増進のためのサポートとして適量を守って使っていきたいですね。今回は米油の健康効果など体に与える影響についてお話ししました。何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。美味しい米油を適切な量を使って健康な体を作っていきたいですね。また特定の疾患がある方は医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。